この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。駅だ。でも、所長はやっぱりなんだかんだで優しいですね。お金を渡してあげるなんて。ああでもしないと付きまとわれるだろ。それにやったわけではない。貸し付けただけだ。でも向こうからわーって話しかけてきたってことは多分金づるにされてるな。昨日から何も食べてないと言ったシクラさんを見かねて小銭を渡していた所長。彼女は金にがめついが、その実とてもお人よしなのだ。それは付き合いの短い俺でもひしひしと感じていること。にしても空気が読めないだったか。いい表現だな。あいつはまさにそういう人種だ。俺はまだシクラさんをよく知りませんが、エピソードを聞く限りそう言われそうな気がします。銀座、日本橋から徒歩で10分ほど。俺たちが次にやってきたのはここ、東京駅だった。外観は現代に近い感じだったけど、内装はさすがに違うな。でも、いかにも駅って感じだ。東京駅の建物は現代のそれとほぼ変わらない豪奢さを、構えていた。それは2020年の東京駅自体がレトロさを残しているという面もあるだろう。明治に建築されたばかりのこの建物をこの時代に崇める日が来ようとは、現代にいた頃は思いもしなかったな。ここもまた多くの人種がいる。ともすれば北国から来た人間も見つかるかもしれん。確かに、どの出入り口ですからね。現代でも駅でアンケートなんてよく見かけるし、聞き込みにはうってつけかも。そう考え、恥を捨てて聞いて回る俺たちだったが、国民に自由と権利を、今こそ不戦を実現し、平等な社会を形成すべき。そういう時代か。そうだ、政府は俺たちの声を聞き入れろ。シベリア出兵はどうなっているんだ。無用な軍拡ばかり推し進めている場合ではない。いて。駅の構内へ押しかけてきた人々の一群にぶつかって倒れる。向こうはこちらのことなど気にも留めない様子だ。大丈夫か。尻を打ったようだが。全然平気です。でもあれは不戦デモだな。最近じゃよく見かけるが、わざわざ駅の中にまで入ってくるとは。駅の中でやって誰に伝えるためなのかね。駅の中で政府に訴えかけてもしゃあないやん。駅員さんに訴えるんだったらわかるけどさ。不戦。ああ、普通選挙かな。彼らデモ隊の掲げるプラカードには、そうか、逆文字だ。男女平等、差別撤廃などの文言が書かれていた。あれ、この時代って男女平等だ ?100 年も前だっけ？日本で男女平等が歌われたの。明治後か。明治維新とかあの辺りの後か。あ、そうか。第2次のフェミニズムくらいか。ここで訴えかけているのはおそらくより多くの人に活動を知らしめるためか。でもなんかぶつかった人間を気遣えないやつが何ができるんだって話だよな。そういえばこの時代って男性にしか選挙権がないんでしたっけ？そうなんだ。
おじさん学がないからわからんわ。無論その上3円以上の税金を納めたものに限定されるから、ああして平等な機会を訴える市民がいるのも当然だな。普通選挙法。未来じゃ当たり前となっている常識だが、この時代にまだごく一部の層にしか選挙権がなかったんだな。まあ普通選挙が実現したところで外国人である私には関係のないこと。聞き込みを再開しよう。はい。俺にとってもまず無関係なことではあるしな。そう思ってデモ隊と距離を取っていると、ちょっとあなたたち、駅構内でのデモ行為は禁止されているはずよ。あら、こんな時代に女性の駅員さんか。お、女性だ。女性だっていうのはどうなんだろう。駅員さんだじゃなくて、あ、女性だっていうんだ。駅員さんらしき女性が出てきてデモ隊を先導する男性へ注意を促していた。構内には多くの駅員さんが出入りしていたが、女性というのは初めて見る。そうだよな。桜井女子、女性に選挙権の与えられない世の中はおかしいと思いませんか？あなたも職業婦人なら我々と共に立ち上がりましょう。だからといって駅でデモをしていいっていうあれではないんだよな。これが例えばね、国会議事堂前でやるんだったら OK だと思うんだ。けど、だからといって一般客もおる、ね、許可も取ってない、ね、そんな場所でデモをやることは、逆の、なんか別の問題をね、はらむからさ、ダメなんだよな。それとこれとは話が別。ここは公共の場なんだから。あまり騒いでいると向こうにいる憲兵さんが飛んでくるわよ。でも憲兵なんて暴力で解決するようなこういう活動家って。憲兵。ビビるんかい。暴力振るってなんぼやろ、活動家なんて。憲兵。その単語を聞かされたデモ隊の男性は顔を引きつらせ、その緊張は背後にいる面々にも伝播したように見えた。なんでよ、ここでデモやるんだったら憲兵の存在なんて絶対おるに決まっとんねんが。その考えなしに行動するなんかね。憲兵ってどういう人たちなんですか？軍人のおまわりといったところかな。実務はともかく横暴さにかけては悪評ばかりだ。威力警察などと揶揄されるくらいにはな。特攻憲兵。現代じゃ馴染みのないこれらの職業の人々だったが、どうやら一般市民にも忌避されるほど、恐怖の象徴らしく、デモ隊を追いやった女の駅員さんは申し訳なさそうな顔をしてこちらにやってきた。ごめんなさい、迷惑をかけたみたいで。汽車に乗るのよね。どちらまで？ああ、いえ、俺たちはそうか、北海道に行かんのか。北海道に行かずにここで北海道出身の人を探そうっていうだけの話なのか。そういうことか。少々道行く人に尋ね事をしていてな。何？決して怪しいものではないぞ。駅員さんに聞けばいいのに。北出身のやつはいるかって。怪しくない人はそもそも怪しいことを否定しない。でもそれってなんかそのパラドックスみたいなのがあってさ、ね、怪しくないね、無言だったら怪しくなるし、ね、怪しくないって言ったらその怪しくなるし、怪しいって言っても怪しくなるわけやないか。酒飲みの理論と一緒でね、シラフの人間にお酒飲んでるって酔っ払ってるってね、酒の席でお前酔っ払っとるだろって言ってさね、シラフなのにいや酔ってないよって言ってもさね、酔っ払いってみんな酔ってないよっていうねか。だからなんて答えてもダメなんだよね、理屈上。酔ってるって言ったら酔っとるし、酔ってないって言っても酔っとるしね、どうせあいつ酒飲んで酔っ払っとくからそのこと言うんだみたいな、そのパラドックスだよな。ひどいよな。駅員さんも同じ匂いを感じ取ったのか、途端にこちらをなこれ
なにこれ。まあ怪しむような目線になる。マリンも知らないし、話すっ飛ばした。あなたたちの職業もよくわからないけれど、あまりここで目立つ行為はしない方がいいわ。ご忠告イタミール。しばし活動して成果がなければおとなしく去ることとするよ。デモ隊のおかげで余計に警戒心が強まっているようだ。確かに憲兵隊とやらにとっ捕まっては面倒だし、ここは穏便に立ち去ろう。と、きびすを返したその時だった。見つけたあ、久しぶりに登場してきたな。ん？人混みの中から、大衆のどよめきさえかき消すような甲高い声がこだまする。見つけたようやく会えたっすよ。所長以上に苦手な人間かもしれん。おじさん。何いいな。こだまするだけではない。どんどん近づいてくる。その台風のような勢いは目の前で止まって姿を現した。今世紀最大のスクープ、100年後からやってきた未来の日本人、帝都の地へ華麗に降臨っす。驚いたのはその声量だけではない。この女性、今何と言った？さあ未来人風見つかさ。この時代の景色はどうすか？不便じゃないっすか？よかったら女性の好みなんかもお聞きするっすよ。うるさいやつは別にいいんだけど、厚かましいやつって嫌いなんだよ、おじさん。待った。未来人だって？そうっすよね。インタビューマイクのごとくペン先を突きつけてくるはつらつとした女性。さっきのでかい声も見つけたという対象もどうやら俺のことだったらしいと今更悟る。何のことだか人違いじゃないですか？また私の目はごまかせねえっすよ。風見との。とりあえず隠しておこうと所長と話したばかりなの。少なくとも見かけでバレるようなボロは出していないはずだが。ちょっとマイ、あなたいきなりすっ飛んできて何を騒いでるのよ。知り合いかよ。知り合いか？うちの司に用があるみたいだが、何者なのかまずは名乗ってもらわねばな。おっと、申し遅れたっす。私は事実新報社第4デスク所属、新人記者の三枝舞。特ダネを嗅ぎつけてはせ参じましたっすよ。カタカナなんだ。右手にはペン、首にはごついカメラを吊り下げて、爛漫と目を輝かせる記者の三枝さん。どこにたまにこういうのあるよな。説明とこの文字と絵が合ってないなんか感じ。うんたまにこのバグがあるんだよな。うん。これはディレクターの責任ですね。うん。たまにあるんやけど。まあ、多めに見てあげましょうよ。事実新報っていうの本当ですか？ああ、れっきとした新聞社だ。だが、女の記者だな。なんか俺の周りにばかり女性が社会進出しとる。今はまだ現代ほど女性が社会に進出していない時代。職業婦人なんて言葉も残るくらいなのだから、名のある新聞社に雇われているというのはきっと珍しい存在なのだろう。こっちのゆきちゃんとは同じ職業婦人として永遠の絆を誓った仲っす。別にそういうわけじゃ。というか、その呼び方もやめてよ。桜井ゆきはって名前があるんだから。いいじゃないっすか。お二人も彼女のことは気軽にゆきちゃんと呼んであげてほしいっす。女性駅員さんの方は名を桜井さんと言った。ななではなく姓だろ。
この場合は。なお桜井幸葉さんと言ったではないんだ。ただ、現状注意すべきは舞さんの方で。そんなことより本題っす。風見司殿、未来からこちらへ来た気持ちはどうすか？未来？何のことですよ。またまたしらばっくれても無駄っすよ。ちゃんと聞いたって人がいるんすから。気違いじゃないですかね。未来だなんて。おい、憲兵隊呼べ。俺一発で憲兵隊、おい、憲兵隊っつって呼ぶかもしれんな。そうだ、うちの司はミラノ帰りでな。おそらくそれが誤って伝わったのだろう。ミラノ？そうっすか。ミラノには随分と珍しいものがおありなんすね。何？光って音が出て猫の鳴き声まで発する謎の道具、スマなんとかって言うらしいっすね。見られてたのか。所長と出会った昨日、確かに俺は人目もはばからず未来の事情を話していたけれども、話したがりの性格がここで災いするわけか。私独自の調べによって風見殿が未来人であることはほぼ確定っす。これが特ダネでなくて何だと言うんすか？やれやれ、面倒な相手に捕まったな。ですね。まあとりあえず白を切り通すとしましょう。幸い写真なんかに撮られているわけではないようだ。ここはやり過ごそう。まあいい。あなたね、いくら記事の種に飢えてるからってめちゃくちゃな言いがかりはよしなさい。言いがかりなんかじゃねえっす。ゆんべは必死に事情を話していたのに、今になってとぼけるとはどういう風の吹き回しっすか？まあそれは確かに。でもな、一番喋っちゃあかんよね、こういうなんか口の軽そうなやつ。うん。だってこんな人がいっぱいおる中で大声でギャーって叫ぶような向こう水なやつって絶対口が軽いから。絶対にこいつには話したらダメなんだよな、事情。こっちの時代が気に入っちゃったんすか？正直に話してもらえれば私のグローバルなパイプで手がかりを探してやるっすよ。いかにも嘘くさいが、そこにヒントを見出すんだ。すげえな。あ、そうか。お前はそんなやつだったな。いかにも嘘くさいが、未来へ帰れるヒントがあるなら、藁にもすがりたい現状なのは事実。さっきのタイムマシーンのやつ学んでないな。お前は未来人なんだぞ。とはいえ、俺の情報を拡散するというのはそれだけ目立つということで。憲兵隊の話を思い出せ。なかなか口を割らないっすね。未来について聞きたいこと、私はいっぱいあるんすけど。我々は調査で忙しいのだ。悪いが引き下がってもらえるか？あ、マリモの情報を渡す代わりに未来の情報を教えろみたいなことになるんじゃねこれ。いやっす。今月もネタを仕入れられなかったらまた女だからってバカにされちゃうんす。涙目ながらに訴えてくる舞さん。なんだかちょっとかわいそうだけど、あまり安易に事情を話すわけにもいかないんだ。変に未来が変わっちゃっても困るし。ちょっとあんまり騒いじゃダメって。ダダをこねる舞さんをどうにかなだめようとするゆきちゃんさん。だが、時すでに遅しとはこのことのようで。憲兵隊来い。その瞬間、場の空気が一変するのを俺は感じた。何を騒いでいる？ね、こういうことになるやろ。憲兵隊来てくれた。ちゃんと人切れるやつやこいつ。やばい。ちゃんと人を切れる顔しとる。怖っ。カッカッと。
乾いたような足音が駅構内に響く。その主は漆黒のような、インバネスを、まとって俺の眼前へと現れた。飲まれるとはこういうことか。さあ、あの記者、憲兵隊を前にして、あれができるかな今のその、向こう水というか、のんでりを発揮できるか。その男のまとう威圧感とも言うべきオーラに、俺は一瞬で身が縮こまるのを感じていた。背こそ高いが、痩せこけていて、筋骨やガタイの発するプレッシャーなどでは断じてない。だというのに、この胸をえぐられるような感覚はどういうことか。加藤隊員、失礼しました。何もお手を煩わせるようなことは。よい。未来人と聞こえたが、貴殿がそうか？堂々とこちらを見下ろすその男は重々しい声を響かせていった。聞かれてた。それとも信じてるのか？聞こえなかったのか？貴殿は未来人なる存在なのかと聞いている。違う。そちらこそ誰だ？頭に思い浮かぶフレーズの何もかも男の指すような視線に射抜かれて消えていく。対峙しているだけで心臓をわしづかみにされるようなプレッシャー。答えろと言外に恫喝されているような気分だった。知らないな。俺じゃない。ほおー。感心したように嘘吹くと、今度は何も言わず視線を舞さんへやる。突然その眼光に向けられた舞さんは蛇に睨まれたカエルのように、すくんでいった。はい、私の調べではこちらの風見殿が未来から来たと言っていたようなのですが。とのことだが。人違いでしょう。気をされてはならない。何者だか知らないが、こちらがおじけづく理由もないはずだ。人違いか。すると男は音がいか。音がいって言うんだ、顎って。顎に手をやってこちらを見下ろすと、にやりと不敵に笑って言う。なるほど。確かに。マナコを通じてこちらの全てを丸裸にされるような底知れぬ目線で。嘘をついている。寒波、そして海岸。俺はその奥に深淵の闇を覗いた気がした。そんなに洞察力あるわけじゃないだろう、主人公。どうしたなんだこいつは。現代でも過去でも、到底感じたことのない人ならざる何かを相手にしているような重圧。そしてそうなるよな。国家にあだなす逆賊やもしれん。治安敏乱の恐れとあらば木に先立ちてその目を参除してやるのが憲兵としての務めか。男は息をするようにぬるりとサーベルを抜き、その剣先を俺の喉元へと突きつけてきた。何の真似だ。昨今虚言を浪して社会秩序に混乱をきたす輩が後を絶たぬ。お前を切るか女を切るかって話になったらちょっと分が悪いな。情に流されるからな、司は。その場の流れに流されるからな。大変だな。これ多分喋るルートやな。故にお前の真偽は確かめる必要がある。未来人、よもやそんな詐称が通ると楽観しているわけでもあるまい。声が震える。魔物の存在も無論あるが、それ以上にこの男の発する、危機が凄まじい。
憲兵は横暴。その認識は聞いちゃいたけど、まさか自分が目の当たりにするとは。さて、先日かの世界戦争が終結したのは周知の通り。我が国はその後もシベリアへ出兵を続け、今も快進撃を続けている。シベリア出兵。先ほどデモ隊の男も連呼していたこの時代の対ロシア政策。日本史の授業でも十分に習うような範囲だ。この出兵の結果がどうなるか答えてみせよ。果たしてその成果として日本は何を得るのか。本当に未来から来たというのなら答えられるはずだ。それができれば私はお前をこの時代の人間と認めてやる。どういうことよ。それじゃ真逆。未来を知っていれば本物、知らなければ眉唾というのならまだわかる。未来を知っていれば眉唾と認めるなんて正誤の逆転した無茶苦茶な道理だ。わからないと言ったら切る。向けられたサーベルの刃先が冷ややかに首筋を撫でる。こいつ喋るパターンだな。喋るパターンだから。まあ、喋るパターンだからバッドエンドはないと思うけど。間違いなく喋るから。本気なのか。いいな。その瞳を覗いてもとても狂言には思えない。本気だからその危機迫る感じなんだろう。所長からもさっき、が飛ぶのを肌で感じた。これ以上時間をかければ彼女まで巻き込む。それだけは避けたい。それにこいつは言った。俺がもし未来のことを言い当てられるなら現代人として処理してやると。処理ってどういうことよ。言うんか。まあ言うよな。絶対に言うよな。この流れというか今までのこの人となりで言わんその感じで言わんかったらなんか違う。息を飲んだ。剣は微動だにせず喉元へ突きつけられている。進むも地獄、戻るも地獄か。いいだろう。利害は一致している。何よりこうも侮られるのは気に食わない。そんな気の強いやつやったかお前。俺の存在が眉唾かどうかその目で確かめてみればいい。シベリア出兵がどうなるかだったな。そうだ。そういやこの時代はまだ政府が大っぴらに成果を公表していないのか。なら教えてやるよ。大失敗だってな。そもそも快進撃っていうのがバチだ。成果を得るどころかいたずらに兵士を失って帰国。目も当てられない汚点になるぜ。犠牲を出すと。口調が変わっとる。ああ。それに、これ。尼子事件が起こるはずだからな。悲劇を起こさないためにも撤退するのが、賢明だろう。唖然とする加藤大と先ほどまで俺と話していた面々。不敬とでも言われるだろうか。だが仕方ない。正直に答えろと脅されたから、この上なく素直に答えたまで。剣を下ろせよ。陸軍だか憲兵だか知らないが、生殺与奪の権利までこいつに与えた覚えはない。強気に言い返すと、しまった。なるほど。度重なる不敬な言動。このような輩が未来人であるはずはない。これでいいのか。サーベルを収め、どこか納得した風な表情でくつくつと笑う軍服の男。答え合わせなど今の段階でできる、べくもないが、こいつは今の回答に一定の理解を示していた。これで俺という存在は確実にこいつへ伝わった。伝わってしまったと言うべきか。帝都の酔いで途方に暮れりゃ、百鬼夜行の忍び足か。普通にこいつ野心がありそうだからさ、なんか普通に頭角狙いそうだけどな。その混乱に乗じて。
失敗するって分かっとるんやったら、ね、今のその司の話が本当だと信じて、で、なんちゃら事件も起きるみたいな話になったら、今から準備して、その、失敗ってなった時に、ドカンとクーデターを起こすみたいなこともできるからな。だから未来のことは知られたらあかんのやんな。でもあれだな、喋るか喋らないかっていうその選択肢なかったな。なんだって？知らんか？まあいい。お前ほど奇妙な人間は鬼が化けているのやもしれん。と思ったまで。ありえないな。俺という存在が得意なのは認めるけど、ありもしない迷信と一緒にされたくはない。他の人にとって俺がどんなに異物でも、風見司は今を生き抜くしかないんだから。未来に帰りてえみたいなこと言っとったのに、これで決意は固まったか？今こそ我が国にも社会主義のストームを巻き起こすべき時。今度は何？でもか。次から次へと飽きぬものだ。憲兵なんだろ？処理しに行かなくてもいいのか？急務だ。まったく世話を焼かせる。お供します。また会おう。風見司。そう言って憲兵、加藤大尉は桜井さんを引き連れて郊外へと歩き去っていった。その場に恐怖という爪痕を残して。死ぬかと思ったんさ。もうこの一言でわかるよね。もうこのリアクション一つでわかるよね。すべてはお前が撒いた種のはずなのに、なんか、結局こういうこと言っちゃうから、多分治らんな。うん。だからこいつに話したのは失敗だったな。うん。一発でわかるな。うん。この性格は治らん。普通だったらね、こういうのを見たら、私が大声で叫んだせいだなっていうのが、うん。大体誰の心にもあるはずなんだけど、こいつは多分それじゃない。そんな玉じゃない。すいません、所長。やむを得ん。あのままなら私の馬律が火を吹いていたところだ。出た。パリッツってあれだったよね。シャーロック・ホームズが日本で取得したというなんか憲法みたいなやつ。事態が事態。俺のことを、奇人変人の類とみなさず、あいつは的確に真実を見抜いていた。馬律は突っ込まんのか。嘘をつけば切る。奴が俺に突きつけた軍刀はその覚悟の証でもあり。あれが魔人かと。こんなに近くで見たのは初めてっすが、想像以上の迫力だったっす。魔人？そしてその人物はどうやらやはりと言うべきか、ただの憲兵ではなかったようで。それにしても魔人などとはあまりにも仰々しい呼び名だった。彼のあだ名だ。いろいろとよからぬ曰くが多くついているのでな。なるほど。確かにただものじゃない感じはしましたが、いくら憲兵とはいえ民間人にいきなり軍刀を突きつけるなど馬鹿げている。いやー、どうだろう。この世界だったら普通にありえるんじゃねえかな。そんな行動の型破りさもさることながら、対峙した時の尋常ならざるプレッシャーは俺に未知なるか、冷や汗をかかせていた。さっきの暴乱を収めたのも彼という話っすからね。なんとも恐ろしいっす。何人殺したんだろう。先の暴乱？何のことかと尋ねると、わからないのかとばかりに目を丸くされた。一発で思いついて叱るべき何かがあったらしい。米騒動なんて言われてたやつっすよ。日比谷の公園に群がるボートたちを一人で鎮圧したのが加藤大尉っす。出た米騒動。ああ、米騒動。そういえばこのくらいの年代だったか。血の米か。
確か米の高騰に不満を上げた市民が暴動を起こした事件だったと思うが、それにしても。一人で？そうっす。桑やら竹槍やらを持って暴れるボートたちを式神や古術を使って立ちどころに制圧したと言われてるっす。はん？そういう話になってくるん？式神って。あ、バカにしてるっすね。ほんとなんすよ。なんでも霊気で人を爆破したとかで。あ、もうダメだ。それはまたなんとも確かに曰くつきだ。この時代にあっても時代錯誤と思ってしまうほどに。それにお札を貼り付けて人を操るとも言われてるんすよ。はあ、恐ろしいや。海線山線のいろんな逸話が混ざっとるな。まあオカルトというやつだ。ただならぬ御人ではあろうが、どれもヨタ話の域を出ん。信じないんすか探偵さん。今の迫力を見たでしょ。俺も所長に同意見。舞さんも記者ならデマには騙されない方がいいんじゃ。言ってくれるっすね、風見殿。私はてっきり風見殿の時間転移も魔人の仕業なんじゃと睨んでたっすのに。あ、もうダメだ。魔術や式神なんて現代でも実現不可能な世まい事じゃないか。科学の発展しきっていないこの時代だからこそ信じる人もいるんだろうけど。それに帝都再建計画なんて野望を掲げてるとも聞くっす。つくづく恐ろしい方っすよ、加藤大尉は。帝都再建ですか。ほら、なんかそういうことの企んどるやつに未来のことを教えたらあかんやん。絶対にクーデターの道具にされるやん。今や帝都は発展の絶頂期と言ってもいい。それを作り変えようなどとは。まあ確かにスケールの大きい御人ではあるな。帝都再建か。確かに今はまだピンとこなくて当然なのだろうが。でもあの魔人相手に引かなかった風見殿もさすがっすね。肝ったままで未来の特別センスか。たまたまですよ。それより分かってますよ。他言無用っすよね。超得だねっすけど仕方ねえっす。不安だ。絶対にやっとるなこれ。加藤大尉がああいったことを記事になんかしたら今度は私が切られるかもしれねえっすからね。げんなりと肩を落とす舞さん。話の流れで俺が本物であるということは図らずも伝わってしまったが、同時に加藤大尉さんによる動画は彼女にも聞いていたようだ。一応聞いたんか。一応聞きはしたんか。うん。いやでも変わらんと思うな。しかし私は諦めですよ風見殿。いつかこの大スクープをどこよりも先にすっぱ抜いてやるっす。そう思うならお前も司に協力してやってくれ。まだ帰り道が分かっていないのだ。そこ話すんだ所長。そこ掘り下げるんだ。話を変えるんじゃなくて。なるほど、そういう理屈っすか。帰る方法さえ見つけてくれるならインタビューくらいは受けてあげてもいいですね。あ、もう話すんだ。この話はここで終わりじゃなくて。そうなると俺が現代に戻った時に100年前から、俺の取材記事が発掘されるという運びになるが、本人がいなければデタラメとほぼ変わらないだろう。しかしそれにしても魔人か。
鬼が化けているというなら、どう考えてもそっちの方が適任だろう。この時代における悩みの種がまた一つ増えた瞬間だった。はあ、疲れる一日だった。成果は上がりませんでしたね。よいしょっと。夜、事務所へ帰ってきた俺たちは、今日一日の苦労を吐き出すように揃って荷物を放り投げた。駅の後もいろいろなスポットを巡ってみたが、やはりマリモに関する有力情報は得られずじまいで。めぼしい場所はあらかた当たってしまったな。明日からは方針を変える必要があるか。レイさんの言ってた心当たりっていうのもどうなんでしょうね。北海道の人を知ってるみたいでしたけど。当てにはしたいが、期待しすぎるのも良くないだろうな。我々にできることを考えねば。対面ソファーへ座り、疲れた体を癒すように手足を投げ出す俺たち。まるで旅程かを終え、ホテルの一室へ帰ってきた時のような。まだここに来て2日しか経っていないのに、どこか落ち着くのがおかしかった。あと2日でマリモを入手。できなければ200円が。死活問題ですね。所長にとってはまさに一攫千金、一発逆転の大チャンス。東子さんというクライアントを逃せば、また赤字にしかならないそろばんを弾き続けることになるだろう。とりあえず風呂を沸かしてくれるか、つかさ。お？昨日入ってなかったんか？そう、毎日入るような文化でもないんか。事務所には現代とほぼ相違ないタイル張りのお風呂が備え付けられているという説明が入るってことは、昨日は一応入ったんか。この描写なかったけどな。初日の夜の風呂の描写あってほしかったけどな。所長は結構な綺麗好きらしく、1日に2度入ることもあるという。俺に与えられた任務の中では高い優先順位だった。そして23時。外から一切の雑音も聞こえなくなるその、時分かな？わからん。俺たちは昨日と同じく事務所で雑魚寝していた。お風呂なしか。司は元の時代にいた頃、何をしていたんだ？所長下着つけてねえけど。普通に学生です。この時代と一緒ですよ。静かだからか、二人だからか。どちらかが寝つくまでのわずかな時間、どこか修学旅行めいたその雰囲気は、するりとたわいもない市場を語らせる。一生と言われてもな。100年後の学生が今と全く同じなはずもないだろう。まあ、確かに。髪型なんかもこの通り自由ですし。浅草なんかで見かけた男子学生は、その多くが坊主頭の丸刈りだった。それに加え、学帽やベレー帽というスタイルがこの時代の標準的なトレンドだったらしく。服もそうだが、やはりこの国もまた西洋化していくのだな。今でも急速に欧米の風が入ってきているが。それは間違いないです。ただ、紆余曲折はありますが、日本の西洋化。それは確かにこの時代、大正のモダン文化に端を発したものだが、こと現代の光景へ至るまでの道のりは到底一筋縄とは言い難い。せやな。日本橋にいたサラリーマン、あれはちょっと意外だったな。もっと身近にできた文化かと思ってた。まあ、サラリーマンって言ったらなんか昭和の文化、イメージだよな。マックス、現代人が考えられるイメージって。俺がそう思うのも何より第二次世界大戦の、まあ世界なかった。第二次大戦の影響が大きいのは間違いなく。今にして思えば、あれは外来の文化を排除していた戦時中が異常だっただけで、日本の西洋化は本来この時代から始まっていたのだ。
西洋化が入っとる後に世界大戦があって、で、欧米文化がドンって入ってきたから。昔の光景を見る手段って白黒写真しかありませんでしたから、実際に自分が立ってみると何とも言えないものがあります。となれば未来はやはりカラー写真が主流なのだな。まあこれくらいは私でも予想しうるか。もう写真という概念すら変わるけどな。画像だからな、今では。カラー写真どころか動画さえ誰もが手に持っている端末で手軽にできるありさまだ。俺もこの時代に来て改めて気づかされた現代の便利さというものは数えきれない。待て、まさか未来の写真には匂いまでついているとか。残念ですがそれは聞いたことないですね。名刺に匂いはつけるけどな。そうか。でもさらにもう100年すればできるかもなんてジョークを話し合う。未来か。今は不景気やら不透明な情勢やらで嘆かれているが、ゆくゆくは安定した社会になると良いな。不景気にしろ情勢にしろ、その時代の人々が抱く考えは未来でのそれと変わらなくて。でもこれから東京の歩んでいく先は、司？ああ、いえ、平和が何よりですね。こんなヨタ話をしていては夜が明けてしまうな。すまなかった。おやすみ。ええ、でも楽しいですよ。また明日もよろしくお願いします。